こんにちは、ガジェットインフォです。このチャンネルでは、世界中のあらゆるスマホやガジェットをご紹介していきます。よろしければチャンネル登録していってね。今回ご紹介するのはこちら、iQOO7 です。iQOO7 は、vivo が販売するゲーミングスマホです。vivo は、中国のスマートフォンメーカーで、日本には参入していませんが、世界シェアは6位。日本では有名なエクスペリアよりも、シェアを獲得しており、中国やインド、東南アジアでは、メジャーなスマートフォンメーカーです。新興国向けのミドルレンジスマホから、10万円オーバーのハイスペックな1台まで、様々なモデルを販売しております。そんな、vivo が販売する iQOO7 は、見た目がメカメカで、ゴテゴテしがちなゲーミングスマホとは違い、外見がイケメン、もちろん中身もイケメンなスマートフォンです。今から各機能を紹介しますので、ゆっくりしていってね。まずは基本情報から。サイズは、縦 162.2mm、横 75.8mm、厚さ 8.7mm。みんな大好き iPhone 12 Pro Max と、ほぼ同じサイズです。重量は 209.5g。iPhone 12 Pro Max よりも 18g 軽いですが、200g オーバーのため、なかなかのぽっちゃりさんです。ディスプレイは 6.62 インチの有機 EL ディスプレイで、解像度は1080ピクセル ×2400 ピクセル。リフレッシュレートは 120Hz。画面占有率は 91.4%。また、タッチサンプリングレート、1秒間に何回のタップまで反応できるか、ですが、iQOO7 は、ゲーム時は 1000Hz まで引き上げられ、1000回まで反応できます。1秒で1000回のタップに反応できるということは、画面に触れた瞬間に即発射。ソロで何の話をしよっとね。ということで、ディスプレイは完全にゲーミング仕様です。見た目は、スタバでエスプレッソを飲んでそうなイケメンですが、中身はゴリゴリのゲーマーです。続いて CPU、メモリ、ストレージです。CPU はスナップドラゴン888。しっかり現行最強 CPU を搭載しています。性能を数値化するアンツツベンチマークでは70万点を超えます。インナーマッスルはしっかり鍛えてる系イケメンです。メモリーとストレージはメモリ 8GB、ストレージ 128GB モデルとメモリ 12GB、ストレージ 256GB のモデルがあります。メモリーとストレージはもっと大容量のスマホがありますが、十分な容量です。メモリーとストレージについては、ゴリゴリのマッチョじゃなく、細マッチョですね。続いてバッテリー周りです。バッテリー容量は 4000mAh です。バッテリー容量は少し少ないくらいです。しかし、急速充電は驚異の 120W に対応しています。公式では15分で 0% から 100% に充電できるそうです。大きさよりもテクニックで勝負するタイプのイケメン系何の話ばしよっとね。続いて冷却性能です。CPU の性能が高いと、それだけ熱を発してしまいます。重要ゲームを長時間やっていると、熱々になってしまい、本来の性能を発揮できなくなってしまいます。しかし、iQOO7 は、大型のヒートスプレッダーを搭載し、効率よく熱を分散して放熱できるようになっています。カッと熱くなっても、素早くクールダウンできるタイプです。続いて、ゲーム特化の機能です。iQOO7 には、モンスターモードという機能が搭載されています。この機能をオンにすると、バッテリー消費の効率を無視して CPU、GPU の性能を強化します。ドーピングですね。また、感圧式のセンサーを画面内に搭載しています。これは、画面の左右の好きな場所にボタンを設定できる機能です。シューティングゲームの射撃ボタンを、
この機能に使うと、エイムを合わせたら、そのまま指を押し込んで射撃できるので、直感的にゲームが楽しめます。続いてはモバイルネットワークです。携帯大手3社足す楽天の対応状況を見てみましょう。各社の主要バンドごとに確認します。バンドとは、ネットワークに割り振られた番号で、国が使って良い番号を各社に割り振っています。ドコモは1、3、19のネットワークを割り振られ、ソフトバンクは1、3、8といった具合です。そして、スマートフォンは、端末によって使えるネットワークの番号が異なるため、SIM フリー端末を使用する場合は、端末が使えるバンドと、契約している携帯会社のバンドを照らし合わせる必要があります。マスはドコモです。ドコモの主要ネットワークはバンド1、3、19、iQ7 は、ドコモの主要バンド3種類とも対応しています。次にソフトバンクです。ソフトバンクの主要ネットワークはバンド1、3、8、iQ7 は、ソフトバンクの主要バンド3種類とも対応しています。次に au です。au の主要ネットワークはバンド1、18、26、iQ7 は au の主要バンド3種類とも対応しています。ただし、au の音声通話は、ドコモ、ソフトバンクとは異なる通信方式のため注意が必要です。最後に楽天モバイルです。楽天モバイルの主要ネットワークはバンド3、18、iQ7 は楽天モバイルの主要バンド2種類とも対応しています。というわけで、どの携帯会社の SIM でも問題なく通信することが可能。SIM カードのサイズさえ合っていれば、そのまま使えるのはありがたいですね。次はカメラです。背面は、メインの4800万画素、広角の1300万画素、ポートレートの1300万画素を搭載し、前面には2000万画素を搭載しています。深度センサー、マクロなどは省略されていますが、夜景モードや、強力な、手触れ補正モードを搭載しています。実は vivo は、カメラに力を入れているスマホメーカーのため、ゲーミングスマホといえど、カメラ性能もなかなか高いです。最後に、その他機能やセンサーについては、お財布携帯非対応、防水、防塵非対応、SD カード非対応、Bluetooth 5.2 対応、指紋認証対応、イヤホンジャックなしとなっています。こうしてみると、非対応が多いですが、海外スマホではよくあるパターンです。不要な人にとっては、余計な機能で本体価格が上がるよりいいと思います。そして、価格ですが、外見も中身もイケメンなゲーミングスマホが6万円台から買えます。見た目がメカメカしいゲーミングスマホはちょっと、という方や、ゲーム性能はもちろんだけど、カメラ性能もそれなりに欲しい、という方におすすめの一台です。ただし、注意点が1点あり、初期状態ではプレイストアがインストールされていません。と言っても、簡単にインストールできるので、支障はないです。App Store というアプリがインストールされているため、そこで Google のアプリをインストールすると、プレイストアが一緒にインストールされます。入手したら、まずは慌てずに、Google のアプリを入れてあげましょう。気になった方は概要欄からリンクをチェックするとよかよ。最後に、こんな感じで、スマホやガジェット情報を配信しますけん。気になった方はチャンネル登録。クソだと思ったらバッドボタン。率直な感想や、今後紹介してほしいものがあれば、コメント欄へよろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。